こんにちは、斉藤直樹です。今日は新しいアナログ絵画用のアトリエのルームツアーをしていきたいと思います。実は2月ぐらいにですね、アナログ絵画部屋、実はね、完成していたんですが、ちょっとバタバタしていまして、紹介する暇がなかったので、今回は部屋の中、紹介していこうかなと思っております。ちょっとですね、部屋の中暗いので、雨戸開けまーす。はい。ちょっと散らかってますけど、ちょっとぐらいね、散らかっていた方が生々しいと思いますので、このまま紹介していきますね。はい。窓開いてきました。明るくなりましたね。でですね、部屋を紹介する前に、なんでわざわざ新しいアトリエを作ろうかと思ったのかというとですね、はい、これですね、以前ここができる前に絵を描いている様子なんですが、本気でですね、アナログ作業をやろうとすると、部屋がですね、めちゃめちゃ狭くなるんですよ。絵の具やら何やら、キャンバスやらね、必要なものがすごく多いので、それがですね、部屋でひしめき合っちゃって、めちゃめちゃ狭くなっちゃってですね、で、結果的に足の踏み場がない、みたいになっちゃったので、かなりですね、悩んだんですけど、結局作ることにしました。はい。こっちの映像の方がね、狭さがわかりやすいですかね。床にですね、ブルーシートを引いて、絵の具とかもね、床に置いていたので、これね、移動するときに避けながら移動しなきゃいけなかったんですね。あとこれね、壁に段ボールとか立てかけてとかね、かなりカオスな状態でした。できなくはないんですけど、誰か人が来るってなった時に結構ね、大変でしたね。多分ですね、来た人からは、汚ねえなって思われていたと思います。はい。そして改めて部屋の中に入っていきましょう。こんな感じになっております。はい。ごめんなさい。変な場所にスリッパ2つ脱ぎ捨てられてますね。特に深い意味はありません。はい。そしていろいろですね、いろいろね、個別に紹介したものはあるんですが、まずはざっと部屋の中を見渡してみましょう。こちらですね、うちの犬のノアちゃんです。ノアちゃんね、ついてきたいっていうので、連れてきたんですが、まだね、この部屋には慣れてないので、ちょっとね、緊張した面持ちで固まっちゃっていますね。はい。ノアちゃん大丈夫だよ。はい。で、ここが流しですね。普通の家庭用のシンクをつけちゃうと、洗い物とか結構ね、スペースが足りなくなっちゃうので、あんまり家庭にはつけないタイプの深めのシンクをつけました。この深さだとね、絵の具の皿とかバシャバシャ洗います。はい。そして上は収納ですね。普通の収納です。洗い物する時のグッズとかが置いてあります。はい。よく見るとね、左側に土鍋とかすり鉢とかも置いてあるんですが、これね、別に料理とかするわけじゃないです。これも一応ね、画材の一つとして置いてあります。たまにね、使う場面があるんですね。さて、そしてアトリエに入ってきた時にちらっと見えましたが、入り口にはですね、いろいろな道具や画材の棚があります。はい。この辺はですね、メディウムとか、あとは下地材とかですね。はい。結構ね、大量にあります。そして隣に行って、この辺はニスとか、あとスプレー缶とかですね。あとは仕上げ剤とかも置いてあります。あとね、こういうスプレーとかには、たまにね、結構、そのまま吸い込んじゃうと毒性があるものも取り扱うことがあるので、そういう時には、こういうガスマスクつけて作業することもあります。これつけないとですね、多分肺とか大変なことになると思います。あと目を保護するためのゴーグルですね。はい。目もですね、かなり大事ですから、守らなければいけません。で、上段に行って、はい。ここはですね、陶器の絵の具皿などが並んでいますね。で、横に行って、こちらはですね、ちょっと何に使うのって思うかもしれませんが、ヤスリがけに使うサンダーマシンですね。キャンバスに下地を塗っただけだと、あんまり平らにならなかったりすることもあるので、それを舐めす時に使ったり、あとはミスした時に絵の具をやすってですね、平らにしたり、結構ね、使うシーンはあります。で、こっちは、キャンバスを貼るための道具ですね。これなんて言うんだっけ？キャンバス貼り機っていうのかな？キャンバスの布を貼る時に使います。そしてピンと張ったキャンバスを固定するためのガンタッカーですね。はい。こんなものも置いてあります。はい。その他ね、プリンターが置いてあったり、あとはマキタの充電器があったり、いろいろありますね。さあ、部屋の中行きましょう。そんなに広くはないですが、広くないだけにいろいろな機能を集約しております。ここはパソコン作業ができるデスクですね。基本的にはここではアナログ作業が中心にはなるんですが、そうは言ってもですね、パソコン作業をする機会もあるので、こっちにももう一台パソコンを設置してあります。アナログ用のね、部屋ではあるんですが、結構ね、落ち着いて作
作業できる環境なので、パソコン作業だけやるときも、たまにね、ここで作業することもありますね。集中したいときには、もってこいの場所です。で、よく見ると後ろの壁にですね、有効ボードくっつけてあります。よくですね、ガレージとかに有効ボードが設置されているのを見たことあるんですけど、これがあるとですね、壁にいろいろツールくっつけられるな、吊り下げられるなと思ったので、スペースの有効活用のために壁にね、くっつけてみることにしました。はい。ハサミとか定規とかね、ブラシとか吊り下げられて結構ね、便利ですよね。ちなみにパソコンデスクの横のドアは、これトイレです。こだわったのはですね、壁の色で、絵画部屋はですね、あんまり色に邪魔されたくなかったので、シンプルに全部の壁をモノトーンにしてあるんですが、トイレと玄関だけはね、明るい雰囲気にしたかったので、色付きの壁紙を貼っております。はい。あと、こちらはですね、試し書き用のキャンバスですね。アナログ作業って結構やってみないとどうなるかわからない部分がかなりあってですね。趣味で描く分には全然出たとこ勝負で全然いいんですけど、商品として絵を描く場合には、それじゃダメなので、何回か試し書き用のキャンバスでどうなるかわからない処理を試してみたりすることが多いです。はい。なのでですね、よく見ると左右で質感が違っていたり、箔が貼ってあったりなかったり、画面にメモが書いてあったりしているのもありますね。ミスした時にどうやってリカバリーするかも、この画面でね、ちょっと試してみたりしています。こんな風にですね、スケッチブックに色の実験することもあるんですが、キャンバスと紙だとね、かなり書き味が変わってきたり、全然結果が違ってきたりすることもあるので、色だけ見る場合には紙で十分なんですが、最終的にどんなイメージになるのか見るには、やっぱりですね、キャンバスで実験しないと、あんまり意味がなかったりするんですよね。あとね、ここ一瞬なのでストップするんですが、さっきのね、陶器製の絵の具皿、買ったのに入り口に積んであったのは、実はですね、陶器の皿ってあんまりね、使い勝手が良くなくて、結局ですね、紙パレットが一番使いやすいんですよね。はい。ただですね、紙パレットってかなりの速さで消費しちゃうので、それはそれでもったいないっていうので、最近はこんな風に段ボールの紙にサランラップを巻いてパレット代わりにしています。これですね、めちゃめちゃ安上がりだしいいんですよね。はい。サランラップ代しかかかりません。で、奥の壁にはこんな感じで絵の具類がびっしり並べられています。はい。こちらはすべてアクリル絵の具ですね。基本の72色とさらに買い足したよく使う色が並んでおります。ノアちゃん、どうした今、吠えましたよね。はい。ノアちゃんね、暇になると構ってほしくてたまに吠えます。ミニチュアシュナウザーね、飼ってる人はわかると思うんですが、シュナってね、めちゃめちゃ喋るんですよね。昔ですね、ポメラニアンが実家にいたんですが、ポメはですね、そんなに、喋ることは全然ないんですが、シュナってね、なんかすっごい話しかけてくるんですよね。いろんな怖い色を使って。はい。それがですね、可愛いですね。ねえ、ノアちゃん可愛いね。暇だよね。もうちょっと我慢してね。そして壁に立てかけられている木の板。これはですね、大きめの絵を立てかけて、キャンバスに描くときに使用しています。はい。こちらですね、開会機器のスタッフの方に制作していただいた壁で、かなりね、重たい絵をかけて描いているんですが、びくともしなくて丈夫です。はい。ありがとうございます。はい。実際に描いている姿はこんな感じですね。壁に絵をかけて絵を描くことができます。ちなみに今描いている絵は、明日から台北で行われるアートオブミク台北エキシビジョンでメインビジュアルとして描かせていただいているミクちゃんの絵画です。かなりね、気合を入れて、2ヶ月3ヶ月ぐらいね、かけて描いた絵なので、ぜひね、台北に行く予定がある方はご覧になっていただけると嬉しいです。今回の1点は今までやったことない処理にね、ちょっとチャレンジしてみたりと、結構近づいて初めてわかる質感もあると思うので、ぜひね、現場で楽しんでいただけると嬉しいです。そしてこちらは結構前から使っているツールワゴンですね。これですね、結構使っているので、絵の具とかね、まあまあついて汚れてますね。はい。横にですね、エアブラシ置いてあります。エアブラシはこちらのコンプレッサーにつないで、絵の具を画面に吹き付けたい時に使いますね。綺麗なね、グラデーションをかけたい時には重宝をします。はい。実際はですね、こんな感じでつないで使います。コンプレッサーのスイッチをオンにすると空気が送り込まれてくるので、その状態でエアブラシのレバーをクイッと引くと、はい。こんな感じでね、中からインクが吹き出します。今
今はね、インク入れてないので、水だけが飛び出しました。絵の具を入れるとね、ここから絵の具がプシュッと吹き付けることができます。はい。こちら、実際にエアブラシを使っているシーンですね。エアブラシで描いた部分は、筆の跡などがね、こう消えて、かなりマットにね、仕上がるので、こう滑らかにね、仕上げたい部分とか、あとはグラデーションを多用したいとき、そんな時に使えるツールですね。結構ですね、絵の具を溶く時の水の量が、普段描く時の量と違うので、そこはですね、慣れが必要ですね。はい。そしてツールワゴン。下に行くと、マスキング用品が並んでいたり、あとは一番下は、こちらは薬品類と、あとは紙やすりが並んでいますね。はい。アナログ作業をするとき、紙やすり、意外と使うんですよね。はい。そしてですね、この机が結構ね、こだわりなんです。意外とですね、こういうキャスター付きの作業机って売ってないので、これね、実は自作の机なんですが、机の足にキャスターが付いていて、でこんな風に簡単にスライドできるようになっています。はい。ただですね、押しただけで簡単にスライドできちゃうので、それだけだと精密な作業ができないので、はい。こんな風に、ノアちゃんごめんね。可愛いよ、ノアちゃん。ちょっとどいててね。今パパお仕事してるからね。はい。こんな風にですね、ショット。キャスターをワンタッチで上げて、机をね、地面に固定することも簡単にできるような仕様です。ほら、これでね、全然動かなくなります。で、またワンタッチで、キャスターを、ショット。こう上げると、はい。また片手で机が動かせるようになりました。この机ね、めちゃめちゃ便利です。結構ね、机を動かせるのって、実はめっちゃ良くて、普通に使う時にはこんな風に部屋の真ん中に置いてね、ゆったりと作業することができます。絵が大きかったりすると、机の片側からだけではなくて、反対側からもね、描きたい時もあるんですが、そんな時には机を真ん中に置くことで、ぐるっと回ってね、反対側から描くこともできるので、かなりね、自由が利くんですね。で、こんな風にかなり精密な作業をする時にも、作業台のスペース、めちゃめちゃ役に立ちますね。まあ、これね、地面でやってもいいんですが、埃がね、舞っちゃうと良くないのと、あと地面でやるとですね、腰が何よりも痛くなるので、できれば机がいいんですよね。まあでも、机に乗らない場合は地面でやると思います。で、こんな風に絵の具で色を作る作業をするときには、壁際にね、移動して、はい。ここでですね、色をまとめて作ることもできます。これね、今までは地べたに座ってやっていたので、かなりですね、腰が痛かったんですが、これがあると机で作業ができるので、かなりね、腰への負担が減らすことができます。腰がですね、本当に痛いんですよね、本当。あと、もう一つこだわった部分としては、天井の高さです。まあ、ここ自体はね、あんまり広くない部屋ではあるんですが、天井を3メートルぐらいに広くしたので、結構ね、開放的な感じにはなってます。はい、そして天井の照明はですね、ダクトレールになっているので、ここにですね、カメラとかを取り付けられるアームを設置しようと思っているんですが、ただですね、ここに届くには3メートル届く脚立が必要なんですよね。で、その脚立まだ持っていないので、そこがね、まだ手つかずの状態です。アームだけはね、1年前から用意してあるんですけど、脚立がですね、なんかちょっと踏ん切りつかないんですよね。あと天井付近で言うと、この天井付近にあるちょっとした台も、実はですね、こだわりがありまして、これですね、なんでついてるのかっていうと、絵を置いておく場所ってね、結構困るんです。特にアナログの絵は。なので、今まではね、アルミラックを使っていたんですが、アルミラックを設置するとですね、もうそれだけで、めちゃめちゃ部屋の場所通るんですよね。はい。もうね、何よりも邪魔なんです。広い場所がですね、たくさんあるならそれでもいいんですが、できるだけ狭い空間を広く使いたいというのもあったので、考え抜いた結果ですね、じゃあ、天井につけておけばいいじゃんって思いつきまして、施工会社にね、めっちゃ不思議がられたんですけど、ここにこのぐらいの棚作ってくださいってね、図面で説明して、はい、無理やりね、くっつけてもらいました。ちなみにね、床はですね、全面タイル張りになっております。これは汚れても水洗いできるというので、タイル張りにしました。のあちゃん、はい。めちゃめちゃ舐められてますが、結構ね、ヒヤッとするので、夏はかなり床が冷たくていいですね。ただ逆に冬はですね、めちゃめちゃ冷たくなるので、スリッパ必須です。はい。というところでいかがだったでしょうか？アナログ絵画のアトリエ。できてからね、しばらく経っていたので、ちょっと紹介が遅れたんですが、でもね、実際に使用した後の方が見せるものもたくさんあったので、タイミング的には良かったかもしれません。それと、先ほどちらっと触れましたが、台北で行われているアートオブミクの展覧会、アートオブミク台北エキシビジョンがただいま開催中です。たくさんの初音ミクアートが生で見られるチャンスですので、ぜひぜひ現地にお越しの方は足を運んでみてください。ノアちゃんも手伝ってくれてありがとうね。
疲れた。早く帰ろうか。ね。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。